ご覧いただきありがとうございます。私は今南海電鉄難波駅に来ています。今回は4月24日から運転開始となった南海電鉄の新しい観光列車グラン天空に乗車したいと思います。新しい観光列車グラン天空は新しくできた難波駅0番乗り場から出発します。0番乗り場は今まで各駅停車が使用していた1番乗り場の当車ホームに新しく作られました。ホームに新調されたベンチ、駅名表、行き先表示器など全てが真新しくグラン天空への意気込みが感じられます。グラン天空高野山極楽橋行きとなる電車が到着します。皆様、まもなく0番乗り場に電車が到着します。危険ですから黄色いオレンジブロックの内側までお下がりください。ただいま到着の電車は観光列車グラン天空高野山極楽橋行きです。必要です。シンクのボディカラーがド派手でかっこいいです。運転開始まだ2日目なので難波駅に到着するとすぐに撮影の中心となっていました。すごい人気ぶりです。車体側面の行き先表示はすでに高野山を表示していました。先頭車両の貫通扉には羅針盤をモチーフにした大きなエンブレムが取り付けられており、これがめちゃめちゃかっこいいです。グラン天空は4両編成で高野山側から1号車リラックスシート、2号車は車窓を眺めるのに適した座席配置のワイドビューシート、そしてなんと3号車は1両丸々軽食やお土産を販売するロビーラウンジとなっています。そして今回私たちは4号車豪華なソファー席でゆったり食事を楽しめるグランシートを予約しました。今回の動画では難波駅から高野山極楽橋駅まで車窓の風景を中心にお送りします。豪華な車内の様子や設備は後日別動画で投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。こちらは3号車ロビーラウンジです。途中の堺東駅を出発後、軽食や飲み物、お土産などを販売していました。4号車のグランシートでは車内整備の際にすでに豪華な料理が配膳されていました。蓋を開けるのがとても楽しみです。グラン天空の名前の入ったミネラルウォーターとコンペイトーをいただきました。折り返しの整備の後乗車し約10分、足早に難波駅を出発しました。難波駅出発は12時45分、終点の高野山極楽橋へは14時20分の到着、所要時間は1時間35分です。ほんの一瞬ですが、大阪新世界の人気観光地通天閣と大阪のランドマークタワーあべのハルカスとのツーショットが見えていました。リラックスシート、ワイドビューシートを含む全座席にコンセントが設置されています。4号車グランシートはとても優雅な車内でした。食事の時間が始まりました。蓋を開けると感動的な料理の数々です。2段重ねのお重にはこれでもかというくらい趣向を凝らした素晴らしい料理が詰め込まれていました。食べ始める時には小鉢が多いので一見量が少ないように思いましたが、食べ終わった頃には満腹になり
味も量も大満足でした。ちょうど食べ始めようと思ったタイミングで大和川を渡り、大阪市内から堺市へと入っていきました。そしてなんとこちらの食事にはフリードリンクがついていました。豪華な料理が観光列車に出ることはよくありますが、フリードリンクは初めてで、しかもアルコールも含まれているのでついつい飲みすぎてしまいます。しかし途中山岳区間に入り、小刻みに列車が揺れるとかなり酔いが回り、アルコールは少し控えた方が良さそうです。難波駅を出発してから29分、まもなく河内長野駅に到着します。近鉄線の線路が近づいてきました。河内長野駅は近鉄長野線との接続駅です。ちょうど近鉄線の電車が停車していました。グラン天空の車内では BGM が常に流れています。この BGM が流れる車内がとても優雅で快適でした。列車は間もなく三日市町駅を通過します。河内長野駅、そして三日市町駅を過ぎると、それまであった住宅が少なくなり、緑がだんだんと増えていき、山あいの区間へと入っていきます。電車は奄美駅を通過しました。奄美駅君峠駅間には君トンネルがあり、このトンネル内で大阪府から和歌山県へと入ります。林間田園都市駅に到着します。林間田園都市駅の周りには巨大なマンションや住宅地が立ち並んでいます。このマンション群は南海電鉄が中心となって街開きしたニュータウンです。ここまで山の中を走ってきた電車は急に現れた都会風の駅に到着します。観光列車グラン天空は現在難波駅極楽橋駅間を午前と午後に1往復ずつ1日2往復運転されており、今回乗車したこの電車は午後のこの日の2回目の高野山行きです。電車はみゆき辻駅と橋本駅の間にある車庫の横を通過しています。JR 和歌山線の線路が近づいてきました。まもなく橋本駅に到着します。難波駅の特急荒野と JR 和歌山線の電車が仲良く並んで出発して行きました。以前は特急以外にも難波極楽橋駅間で直通運転が行われていましたが、現在は1日数本しかなく、ほとんどの電車がこの駅で乗り換えが必要となります。橋本駅を出発しました。橋本駅を出発後、進路を高野山の方向へ大きく右に変えた後、紀の川を渡ります。紀の川は日本有数の田地帯である大台ヶ原を水源とし、奈良県の吉野町、和歌山県橋本市などを流れ、和歌山市で紀伊水道に注ぎます。南海高野線でも有数の撮影スポットなので、今日も数名の方が撮影されておられました。乗務員室と客室との間には夜抜きと呼ばれる技法を使用した建具が使用され、ドアは亀甲模様の組子細工のドアが使用されています。
橋本駅を出発した後、電車は橋本市内の市街地を望み、のどかな住宅地を進んで行きます。間もなく通過するこの駅の駅名、何というかわかりますか？正解は神室駅です。神室駅は全国でも有数の難読駅名です。また、学問の道に通じるという意味につながり、受験生に人気を博しているそうで、縁起の良い入場券として人気があるそうです。皆様、黒山に到着します。次は終点北区橋です。電車は九度山駅に到着しました。真田幸村ゆかりの地にちなんで、真田家仕様に改装された観光仕様の駅です。構内には釜炊きご飯と和歌山の食材を使用したおむすびがいただけるおむすびスタンドがあります。九度山駅を出発しました。次は終点極楽橋です。大湯山にお越しのお客様は自由にお乗り換えください。ここから先は高野山に向けてどんどんと山を登っていきます。まさに山岳鉄道と呼ぶにふさわしい急斜面を登っていくダイナミックな車窓を見ることができます。電車は下小沢駅を通過します。橋本極楽橋駅間の山岳区間のちょうど中間くらいの駅です。まだ登山の序の口ですが、民家が駅のかなり下の方に見えています。車内に流れる美しいメロディーと大きな窓から見える緑豊かな風景がとても心地よいです。グランシート4号車の定員はワンボックス席4人なので16名ですが、本日この車両には8名が乗車していました。なんと贅沢な空間なのでしょう。さらに先へ進むと、もはや森林を走っているかのようなところを走ります。小さな鉄橋やトンネル、さらには急勾配、急カーブの連続で短い車両をくねくねと斜面に沿って慎重にゆっくりと進んでいきます。南海電鉄の車両は大半が20メートルの長さですが、高野線の山岳区間を走る車両は17メートルほどの長さで、急勾配や急なカーブを走るのに適した車両性能を装備しています。上小沢駅を通過します。駅のはるか下の方に民家が広がっており、この辺りから見る景色は高野線の山岳区間の中でも1、2を争うくらいに美しい風景だと思います。皆様、列車は上小沢駅を通過しております。駅周辺には杉を中心とした自然林が広がっており、高野槙やヒノキなど、いわゆる高野陸木の原生林もご覧いただけます。また、百曲や一輪草、クリンソウなどもあります。さらに、夏鳥や画面上では分かりにくいですが、とても激しい勾配やカーブを通過しており、テーブルの上に置かれた飲み物や品物などがしっかり見るか押さえておかないとテーブルから落ちてしまうほどの揺れでした。運転手さんもかなり神経を使う区間なのではないかと思います。またグランシートには専属のアテンダントさんがついておられますが、この区間では飲み物を運んでもらったり注文を聞いてもらったりする際に車内が大きく揺れるため、なかなか大変だと思いました。4両編成の先頭車両まで見えるのはかなりカーブが急だという証拠です。
列車は斜面を走っているというよりも斜面にへばりついているような感じがします。この先の紀伊細川駅では時刻表では停車ではありませんが12分間停車し下車することができます。グランテンクーではこの駅が唯一の途中駅での下車できる駅となっています。標高363メートル、橋本駅が標高92メートルなので7駅の間に271メートルも登ってきたことになります。列車の前にある小さな構内踏切に降りた人が集中して、こちらで間近に見える観光列車の写真を撮っておられました。ピカピカのエンブレムもまさに手に届くような近さで見ることができます。あと2駅で極楽橋の山間部のローカル秘境感が漂う紀伊細川駅でした。高野線の山間部の大自然の中で見るグランテンクーもなかなかかっこいいと思いました。車両撮影会も終わり、電車に戻りたいと思います。急なカーブの駅なので、列車とホームの隙間がやばいくらいに開いたところが多々ありました。この駅で行き違いする橋本行き各駅停車がやってきました。やってきた各駅停車は2000系でこのグランテンク改造前の姿です。高野線山あいの秘境駅紀伊細川駅を出発しました。次は極楽橋まで止まりません。紀伊細川駅での停車時間は秘境駅間が半端なくとても良かったですが、これまで乗車してきて思ったのですが、九度山駅でもう少し停車時間があれば駅構内を探検したり、ホームのおむすび屋さんでおにぎりを買ったりすることも可能だと私は思いました。夜になったら絶対獣が線路を横断するんだろうと思うような場所をどんどん進んでいきます。グランテンクー以外の電車でもこの区間を乗車することができますが、難波から乗り換えなし、極楽橋まで優雅に車窓の風景を楽しみながら高野山まで向かうことができる。ぜひ一度と言わず何度でもグランテンクーに乗車されることをおすすめします。まもなく極楽橋に到着します。まさにあっという間の1時間35分でした。難波駅を出発した頃の都会の車窓の風景はみじんもなく、ただただ断崖絶壁の続く超過酷な山岳区間をまもなく終点に到着しようとしています。今はまだ運行開始から間もないため人気でなかなか予約が取りにくいですが、少し落ち着いたらまたぜひ乗ってみたいと思いました。グランシートでの趣向と愛情のこもった食事も最高に美味しく、量も大満足なのでおすすめです。また4号車に専属のアテンダントさんもきめ細やかにサービスを提供されており、満足して極楽橋まで到着することができました。線形が悪く車内が驚くほど揺れるのは、これはもはや仕方のないことだと思います。それを忘れるほど快適なグランテンクーの豪華車内設備、料理、飲み物の数々でした。終点極楽橋に到着しました。見えているあの赤い橋が極楽橋です。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。4月24日から運行開始された南海電鉄の新しい観光列車グランテンクーご利用の際の参考になりましたら嬉しいです。今回の動画では難波駅から極楽橋駅まで各駅での模様や車窓の風景をお送りしました。豪華な車内の様子や設備は後日別動画で投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。今後も鉄道
旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。